今音楽業界が静かにざわついています。それはミセスグリーンアップル、フェーズさんで海外進出かという噂。国内ではすでに圧倒的な人気を誇り、今最も勢いのあるバンドといっても過言ではないミセス。その彼らが次のフェーズでついに世界へ羽ばたくのではないか。そんな情報がファンだけでなく業界内でもささやかれ始めているのです。ミセスグリーンアップル、通称ミセス。2013年に結成され、2015年にメジャーデビュー。バンド名には未熟で青い、グリーンまだ熟していないという若踊り自粛フレッシュなイメージと、女性に対する継承ミセス・ミストレスという言葉の響きを組み合わせたもので、いつまでも青りんごのような気持ちで活動したいというバンドの思いが込められていると言われている。大森は音の響きだけで決めたとし、当時ファミリーレストランでメニューを眺めながら、食べ物の名前とか入ってると覚えてもらいやすいんじゃないかと考えていた際に、誰かがグリーンアップルって言ったと決め手を明かしたとも言っている。メンバーは3人。ボーカル&ギターの大森元樹。彼は全ての楽曲で作詞作曲を担当し、バンドの音楽的方向性や世界観、ビジュアルや演出のプロデュースまで手掛ける、まさにミセスグリーンアップルの中心です。その声は普段のポップロックからアニメ、映画タイアップ曲まで、どんなジャンルにも自在に溶け込む柔軟さと表現力を持つ。ライブでは歌っているだけでその場の空気をガラリと変えてしまうほどの存在感。そして言葉の魔法、日常の切なさや希望、若さの葛藤、恋や心の揺れ。大森の書く言葉はストレートに、時に詩のように、聞く者の心に刺さる、まさにミセスの声であり、ミセスの言葉を生み出す人なのです。ギターの若いヒロと彼の奏でるギターサウンドは、ミセスの楽曲にロックの輪郭を与え、ポップなメロディーに力強さやエッジを加える。また若井は元来バンドの初期メンバーであり、再編後もずっと表舞台に立ち続ける変わらぬ支柱。その存在感は歌の背景や曲の構造を支える影のようとも言えるでしょう。性格面では時に明るい笑顔を見せ、底抜けにポジティブムードメーカー的な空気を場にもたらすことがあるようです。2025年7月のイベントでは、底抜けに明るい笑顔だからマジックと自分で語る一幕も。キーボードの藤沢涼香。彼が奏でるメロディーや音の重なりは、ミセスの曲に空気感と奥行きを与え、聴く人を包み込むような柔らかさと、時には静筆な美しさを生み出します。彼の人柄もまたバンドの温度を決める大きな要素。メンバー同士のインタビューではとても感動しやすく、涙もろい、つまり心の動きを素直に感じ咀嚼するタイプだと語られていました。そんな感受性の強さがあるからこそ、情感のあるバラードや繊細な楽曲、あるいはライブの静かな瞬間にも、彼の鍵盤は言葉では語れない感情を描き出せるのです。大森の言葉と声が物語なら、若井のギターはその背骨を、藤沢の鍵盤は光と影のコントラストを描く。3人のキャラクターがそれぞれの色を持ち寄り混ざり合うからこそ、ミセスの音楽には揺らぎがあり深みがある。そして聴く者の心に強く残る景色を作り出すのです。この3人が音の魔法のような世界を作り上げています。代表曲は青と夏、僕のこと、ロマンチシズム、ダンスホール、ケセラセラ、ライラックなどなど、今や日常で必ず耳にする曲として世代を超えて親しまれています。ミセスには独特の活動方式があります。それがフェーズ制。このフェーズという区切りが今の海外進出の噂と深く結びついています。フェーズ1はデビューからの初期活動期。5人体制でバンドの基盤を築き、一気に人気を広げた時期でした。しかし2020年、突然フェーズ1完結を宣言し、活動休止に。そして2022年、メンバーを3人に再編し、フェーズ2として再始動。ダンスホールやケセラセラを立て続けにヒットさせ、ス
トリーミング記録を次々と塗り替え、国民的バンドへと成長していきます。2025年、ついにフェーズ2完結が発表。2026年1月からフェーズ3へ。しかし具体的な内容は非公開。この謎めいた沈黙こそが海外進出説を加速させる要因となっているのです。大盛 YouTube 制配信でフェーズ2では目的地を定めて目的地に向かって進んでいく期間でした。振り返るとたくさんの素敵な景色を見せてもらいましたが、次のフェーズ3ではこれまで築いてきたものをしっかりと守りながら、ミセスの今を目的地ではなく現在地を大切にする期間にしていきます。その表現をバンドデザインに落とし込みましたとし、フェーズ1、フェーズ2で作り上げたミセスを守りながらアップデートしていきますと語った。ミセスがここまで人気になった理由は決して運ではありません。それは数々の奇跡的ヒットと圧倒的な実績。ミセスグリーンアップルはストリーミング総再生数100億回超えを達成。これはオリコンの記録開始以来史上初の快挙と言われている。さらに青と夏は7億再生超え。他にも1億再生を突破した曲が20曲以上。最新のストリーミングチャートでは上位にミセスの曲が23曲同時に入るのは当たり前。まさに音楽業界の常連王者です。そして賞の数も圧巻。日本レコード大賞2023、2024の2年連続受賞。ミュージックアワードジャパン2025最優秀アーティスト賞受賞など、国内ではすでにトップバンドとしての地位を確立しているのです。映画に CM にアニメにもはやミセスの音楽を聴かない日はない。老若男女誰もが一度は耳にしたことのある声なのです。ではなぜフェーズさんが海外進出と言われているのでしょうか。その理由の一つが昨年のグラミー賞です。実はミセス、海外活動実績もなくノミネートもされていないにもかかわらず、ユニバーサルミュージックグループ幹部からの正式招待でグラミー賞に参加していたのです。これは裏で世界に出す準備が進んでいるのでは？そんな噂を生むのも当然でした。所属レーベル側からそろそろ世界を狙ってみないか、そんな背中押しがあったのではと関係者の間でもささやかれています。ミセスの歩みを改めて振り返ると、海外進出という次のステージに立つ準備はすでに整っているように見えます。ストリーミング総再生数100億回超え、日本レコード大賞2年連続受賞、各種ミュージックアワードで年間最優秀賞、映画ドラマ主題歌でヒット連発、年間チャートに複数曲が同時ランクイン。これまでの日本での実績はまさに無双状態。あとはもう世界に出るだけ、そんな空気すら漂っています。つまりフェーズ3という区切り、その言葉と発表のタイミング、そしてこれまで積み上げてきた功績、それらが重なって海外進出の期待がファンだけでなく業界の一部でも現実的な仮説として語られているのです。そんなミセスの象徴といえばこの人、ボーカルを大森元樹。ミセスの楽曲はすべて彼の作詞作曲。1年に何曲もヒット曲を作り出すまさに天才。ケセラセラ、ライラック、青と夏、どの曲にも聴く人の心に寄り添う言葉があり、 SNS にはこんな声が並びます。歌詞が優しすぎて泣いた。大森さんの言葉は心を救ってくれる。困難な時期を支えてくれた音楽。高音の美しさ、声の透明感、楽曲ごとに変化する表現力。音楽関係者からは若手でここまで歌えるボーカリストはいないと絶賛。まさに声で物語を作る人です。彼の歌詞とメロディーは若者だけでなくおじいちゃんおばあちゃんにも響く。そこにミセスの幅と普遍性があるのです。そして何よりも大きいのはファンの期待。海外の SNS ではミセスのライブをアメリカで見たい、
英語じゃなくても心に届く世界でヒットすると思う。フェーズさんは海外ツアーだと信じてる。日本のバンドなのに海外で聴いている、そう語るファンがすでに存在する。これもフェーズさんイコール世界展開という夢を後押しする材料に見えます。国内ではストリーミング記録の更新、チャート上で多数曲のランクイン、さらに音楽賞受賞と勢いは加速するばかり。まさに今ミセス全盛期と言って差し支えないのかもしれません。日本国内のファンからも世界で活躍するミセスが見たいという声は日に日に高まっています。現にデビュー10周年を迎えた2025年に向けて MGA という名義での海外進出プロジェクトを正式に発表し、活動を活発化させています。現状の海外進出プロジェクトで発表されていたことは、海外での活動ではミセスグリーンアップルではなく MGA という略称を使用。そして2025年2月15日と16日に韓国ソウルで自身初となる単独公演 MGA ライブインソウルコリア2025を開催したこと。また日本国外に居住するファン向けの公式オンラインストア MGA オフィシャルストアを開設し、 CD やグッズの購入を可能にしたこと。さらに世界中のファンに向けて情報を発信するため、グローバルファンプラットフォーム Weverse への参加。今後の海外進出について大森は、海外進出というと個人的にあんまりしっくりきてないんですけど、今のミセスのまま軸足をぶらすことなく自分たちの歌を届けることができるのであればチャレンジしていきたいなとは思っておりますと意欲を示しているという。フェーズさんの内容はまだ明かされていませんけれど、これまでの軌跡を見ればミセスが世界を見据えているのはきっと確か。彼らが海を越えどんな音楽の景色を私たちに見せてくれるのか、その瞬間を胸を高鳴らせながら待ち続けたいと思います。フェーズさん、それはただの次のショーではない。日本初の音の魔法使いたちが世界のステージへと羽ばたくための未知なる序章なのかもしれません。果たして彼らは言葉や国境を越えミセスの音楽でどれだけの心を震わせるのか。私たちはその行く末を何度でも見届けたいと思います。